ラゲージスペースの奥行きは座面の高さを見てみましょう。トランクのここまでの高さはフランクのサイズを見てみましょう。ワイパーの長さを見てみます。こんにちは、 EV スマートのテスカスです。今日はこのアイオニック5のありとあらゆる場所の計測を行っていきたいと思います。このアイオニック5を欲しいっていう方にいろいろアンケートを取ったら、座面までの高さとか、トランクを開けた時のドアの高さであったり、なんかいろんな場所のサイズが気になるということだったんで、長さや角度をね測っていきたいと思います。ラゲージスペースの奥行きは99センチです。ホイールハウスでの距離は104センチ。トランク内の一番広い幅で125センチ。次は車内に来ました。トランク内の車内からの高さを見てみましょうか。一番高いところで70センチですね。真ん中ぐらいに来ると、60センチと。トランク内の一番低いところというかガラスに当たるところは46センチぐらい。このサブトランクの中行きましょうか。サブトランクの中の幅は96センチ。長さはだいたい85センチぐらい。高さはだいたい10センチ。ケーブルを入れたり V2L のアダプター入れたりするような場所ですかね。斜めは126センチ。この取っ手の部分までは188センチぐらい。トランクの一番高いところはだいたい2メーター10センチぐらい。次は2列目の座席を倒した状態で長さをちょっと見てみましょう。前の座席は今一番後ろにセッティングしています。ちょうど180センチですね。今前の座席は一番ステアリング側まで寄せました。そうした時の長さは2メーター6センチですね。後席を倒した状態のドアトリム同士の距離は135センチで、ドアの一番外側同士の長さは160センチです。2列目の座席を前にスライドさせてロックした位置はだいたい14センチぐらい。で、ただ前にスライドしただけの状態、一番奥にガッと押し合って、これはロックされていない状態ですね。この状態でここの隙間はだいたい21センチぐらいです。アイオニック5の後部座席に来ています。身長183センチの私で、拳が2個、1個かな。拳1個分入ります。後部座席の座面の高さは96センチ。次は後席のリクライニングの角度を見てみましょう。今が一番倒している状態。これが一番起きている状態。ここから倒すまではここのレバーを引いて背中を力を入れます。ただここは無段階なので自由に調整が効きます。前の座席を今一番後ろに持ってきています。この時のこの足元の長さは22センチ。次はこれを一番前に持っていきます。運転席を一番前に持っていくと46センチ。次は後席の座面の高さを見てみましょう。地面から座面まではだいたい70センチぐらいですね。この車内の地面の高さからだとだいたい34センチ。後席のドアの角度ですね。今これが一番開いている状態。1、2、はい、3段階で開きます。角度はこんな感じ。身長183センチの私がシートを一番下に下げた状態で座って、天井までの拳は2個半ぐらいで、これグレードがボヤージュなので上はガラスではない普通の鉄板になります。次はシートを上まで上げてみましょう。
シート一番上まで上げると拳は半分ぐらいですね。じゃあ次は運転席の座面の高さを見てみましょう。今このシートは一番後ろに下げている状態で、なおかつ地面方向に一番下に下げています。この状態でシートの乗り込み口の一番高いところで31センチ、だいたい30センチぐらいですね。じゃあこのままオットマンを出してみましょう。オットマンが最大でこのぐらいまで上がります。じゃあ次は座面を上げてみます。ここの高さは36センチ。地面からだと74センチぐらい。次は一番シートを下まで下げました。この状態だとだいたい70センチぐらいですかね。じゃあ次はこのボヤージュグレードの助手席が手動のタイプですね。今シートは一番下に下げています。乗り込みだいたい30センチぐらいで、地面からの乗り込みは68センチぐらいですね。次はこの手動のシートを一番上まで上げました。34センチぐらい。地面からの高さは72センチぐらいですね。じゃあ次はグローブボックスの中のサイズを見ていきましょう。アイオニック5のねグローブボックスはめちゃくちゃ広いんですよ。今これエニカで借りているので、こういう機械がついてるんですけれども、奥行きなんと25センチ、幅が28.5 センチぐらいありますね。高さがだいたい13センチ。なんとティッシュケースが丸々1個は余裕で入ります。多分もしかしたらこの辺の機械をね外せば、このティッシュボックス2つは入るんじゃないですかね。めちゃくちゃ広いです。では次は運転席のドアが開く角度を見てみます。1、2、3、3段階で開きます。角度はこのぐらい。ドアを全開にした時の横の長さを見てみましょう。このボディの端からドアの先端まではだいたい102センチぐらい。次は後ろの座席ですね。このボディの端からだとだいたい110センチぐらいかな。じゃあ次はフランクの中のサイズを見てみましょう。底面の横幅は47センチで、底面の奥行きというか縦は33センチで、フランクの底から上までの高さは33センチぐらい。じゃあ次はワイパーの長さを見てみましょう。これね、結構撥水用のワイパーとかに変えるときにこの長さのデータっていうのは結構重要です。今これが助手席側で45センチかな。次は運転席側行きましょう。運転席側は65センチですね。はい。ちなみに取り付け部分の金具はこれ、だいたいワイパーを外付けで買うといろんなアタッチメントがくっついてきていると思うので、この形状を見て判断してみてください。ここの高さは20センチ。このサイドシルの高さが20センチで、このバッテリーの底面は16センチですね。はい、というわけでアイオニック5のありとあらゆるところを計測してみました。人によってはね、駐車場のサイズなんかで、ドア開けた時に物が当たるとか、トランク開けた時に天井が当たっちゃうみたいな人がいると思うので、そういう方はぜひこの動画を見て役立てていただければなと思います。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ではどうもありがとうございました。